ワンピースが救済をし始めるんですよ。あ、時期的に。はい。はい。で、救済を始めて、うん、で、もうそろそろ終わりますって言ってたんですけど、ちょっとね、伸び始めてるんですよ。年がいく。モワモワじゃないですよ。アナログで編集や編集じゃなくて、ね、CG やと思ったでしょ。違うんですよ。これがね、一番最初のスモークですよね。エフェクトの。年がいく。顔も暗いし。逆光で。いや、年がいく始まりましたけど、お願いします。今日ね、スペシャルゲストが来てくれてます。はい。西田どらやきさんです。西田どらやきの会見部から来ました西田どらやきです。お願いします。ありがとうございます。西田さんは、芸人さんですよね。はい、そうです。どちらの吉本で、芸人をやってまして、で、吉井正夫さんっていう、吉井さん。先輩がいらっしゃいまして、吉井さんが、生んだホラーチャイルドとして、吉井さん生んだモンスター。いや、モンスターじゃないですけど、ちっちゃい赤子なんですけど、ホラーファーザーというふうに吉井さんを呼んでまして。芸人は漫才ですか？漫才です、はい。じゃあ相方がいて。それはなんていう？これコンビは入間国際宣言っていう、非常に変な名前で。ちょっと、政治的な発言。違います。ちょっとだいぶね、右寄りなんかなと思われるんですけど、名前だけ聞いて。違う、本当に非常にリベラルな中道の思想で二人ともやってるんですけど。で、そっちは漫才師で、で、西田さんのソロ活動？そうです。もう、ソロ活動で、ホラーファーザーに産み落とされて、今年の2月ぐらいから、こういうチャンネルをやって活動させていただいて。経歴というか、西田さんのこの人となり聞きたいですけど。そうですね。もともと非常に好きで、で、子供の時から、お母さんにも、ほら、ご飯できたで、みたいな。早くご飯できたよって呼ばれても、ずっと小学校の図書館にある怖い本読んでて、っていうタイプやったんですけど、で、そのまんま、大きくなって、芸人もですね、夏のシーズンになったら、芸人集まって会談するみたいなイベントあるんですよ。やっぱありますよね。で、あれに、毎年夏になったら、呼んでいただいて、喋ったりとかしてて、で、自分の、実体験の話したりとか、聞いた話したりとか、いろいろ話をしてて、で、吉井さんがちょうど昨年に、チャンネルやり始めたじゃないですか。そのタイミングで、いつもイベントで出させてもらってたから、ちょっと、どら焼きも出て喋ってくれへんかって言ってくださって、そこで喋ってるうちに、これはチャンネルも作ろうかっていうふうに言ってもらって、やっぱそうですね、そろそろやりたいですね、って言って、やっと始まったっていう感じですね。主には怪談というか、怖い話とかも喋ってるんですけど、割と、レンジは広く持ってる方で。じゃあ、不思議な話から、ちょっと、一コア的なものから、都市伝説。そうですね。陰謀論。っていう感じですよね。もう、元はやっぱ、あんまなんていうんですか、この暗がりの中で、白装束を着た女の人が、柳の木の下立ってました、みたいな話よりも、いや、これってどういうことみたいな、話の方が非常に好きで。いや、ちょっと、西田さん、画角が変わりましたけど。充電をね、一回したんですけど。もうでもね、だいぶ、片付けてますから。いや、もう僕、非常に居心地いいです。ありがとうございます。サウナ効果もありますから、ここ。ちょっと今ね、この密閉空間で。結果的には、でもサウナ大好きなんで、サウナの話で一個あるんですけど。ちょっと聞かせてもらっていいですか？サウナの話。サウナむっちゃ流行ってるじゃないですか。めっちゃ流行ってます。で、これ意外にサウナのルーツとかってあんま皆さんでも知らないじゃないですか。でもあれちゃいます？それこそもう、あれでしょ、テルマエロマエでしょ。いや、ローマでしょ。いや、安倍博さん。元例えばそうなんですけど、今この日本に今ある、現代の今のサウナって意外に知られてなくて、一説にはですけど、オリンピック、まだ戦前の
日本の代表、長距離選手が、オリンピックで北欧開催の時に行った時に、ヨーロッパの、マラソン長距離選手が、トレーニングでサウナ使ってるっつって。で、こうずっと走るじゃないですか。暑い、しんどいじゃないですか。で、このしんどいところを、こう、サウナで、すでにこの暑さ、しんどさに耐えることで、メンタル的な部分を鍛えてるから強いんじゃないかっつって、戦前のオリンピックでヨーロッパに行った日本代表が持ち帰ってきて、こういうのがあるぞって言われてたり、元はそのフィンランドのサウナじゃなくて、ロシア、ソ連の前の旧ロシアの頃に、蒸し風呂みたいな、バーニャって言うんですけど、でそこからもう江戸時代の人たちがすでにそのサウナを知ってたとかも言われてるんですけど、今で言うサウナを知ってた。はい。とかも言われてるんですけど。なんか、こう、江戸時代とかも、蒸し風呂も湯船じゃなかったって聞きますね。そうですよね。で、後に五右衛門風呂みたいなの出てますけど、あれが、江戸時代とかのサウナは、あれはロシアのルーツなんですよ。バーニャって言われる、本当蒸し風呂です。蒸し風呂みたいなもので、で、その後、フィンランドからの、フィンランドサウナから、またルーツがバラバラなんですけど、イメージとしては、今でこそなんかこう、ちょっとおしゃれな感じじゃないですか。めちゃくちゃおしゃれですね。でも、そうですよね。おしゃれな人らがよう言うてますもんね。サウナや。でも、ちょっとだけ時遡るとですけど、僕が子供の時とかも、田中さんもそんなイメージあると思うんですけど、おじさんのイメージなかったですか、サウナって。いや、そうです。なんか、昭和サウナと言いますか、我慢大会みたいな。あとはなんかね、イメージはあれですよ。ヤクザの人がよくいる。ヤクザの人ほんまにいますよね。そうなんですよ。その話が実はしたくてですね。で、そうなんです。この昭和の頃のサウナ、あとヤクザの方のイメージが結構強いじゃないですか。強い。で、あれって、なんでなんだろうって思うじゃないですか。で、これも一個、こう、ルーツと言いますか、ヤクザの方がなぜあんなにサウナ、昭和入ってたかっていうののルーツが一個あって、これが当時のヤクザの方たちが、シャブと言われる、覚醒剤、注射で打つタイプの覚醒剤、全裸監督とかドラマの中で出てきますけど、あれが、いわゆるダウナー系って言われる、この、ズンってなる感じですかね。なんかアヘンとかもそっちらしいんですけど、で、あれを昭和のヤクザの方はやっぱ好まれてたって言われてるんですけど、このシャブをでも売ってると、やっぱこうバレてしまう。こう打つことで跡も残るし、顔色も変わる。で、目もくぼんできてっていう時に、一回シャブ抜きっつって。なんか聞いたことある。その警察の検挙入るとか、ここは今抜いとかなあかんって時に、シャブ抜きって言って、シャブから立つ期間を設けてたそうなんですよ。でも、もう中毒になってるんで、むちゃくちゃ打ちたいんですよ。で、その時にどうしようって見っけたんが、サウナって言われてて。で、これ、もっとかいつまんで言うと、このサウナの後の水風呂が、それの効果を果たしてると言われてて、水風呂入った時に、側頭部、この脳みそのこの側頭部横まで、こう、ザブッとここまで浸かるとですね、ヒクヒクってこう、ヒクつきが起きるんですよ。水風呂って入ると、こう、ザブンって浸かるとうってなるんですけど、ここまで、脳まで、ここまでやると、側頭部まで浸かりきると、クククククって、ヒク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 ってなるんですけど、これが、シャブを打った時の引きつきと同じらしいんですよ。で、それを、当時のヤクザの方が発見して、シャブ抜きの一環で、側頭部まで水風呂を使ってサウナ行った後の、この引くつきで、その後、こう外気浴と言われる、この時間でこう、ズーンというダウナー。いわゆる整うってやつね。実は、シャブ抜きをしていたヤクザたちが昭和にひっそり楽しんでいたのが、昭和のおじさんたちはこうサウナで思いっきり汗をかくっていうのに変換されていき、今こんなおしゃれサウナで、なんかね、若い女の子とか、おしゃれな男の人とか入ってますけど、元をたどるとシャブ抜きやったっていう。なるほど。いや、僕が聞いたのはね、その、起源がヤクザとはちゃうけど、ヤクザの人がよく入ってる理由として、やっぱ全身入れ墨の人とかいますよ。あれ、汗がかけないって言われて、で、サウナで無理やり汗を出すって言ってたけど、こ
これは知らなかったですね。だから、覚醒剤も抜かなあかんし、シャブも抜かなあかんけど、シャブの感じも、味わいたい、一石二鳥の、そうなんです。自然のシャブなんですね。そうです。天然の健康シャブ。健康シャブなんや。だからハマる人多いんですよ。そうなんですよ。でもこれってあんま、声高らかに言えないことというか、まあ確かに健康にはいいとか、いろいろ今はなんか科学的に主催で言われてますし、そういうのもあるんでしょうけど、まあ、実際は、すごくこう短く、インパクトがある伝え方すると、いや、一緒やんっていう。それはもうしゃぶ中やないかよ。やめてくださいね。そこまで言ってないですよね。僕をグッと押さないでください、前に。もう、犯罪予備軍じゃないですか。違います。入ってるやつ。違う。いや、言いましたけど、健康シャブなんで。健康シャブなんです。はい。合法なんで。でもね、僕も、なんかサウナうるさい知り合いいたんですよ。はい。まあ、います。サウナや。僕も結構言っちゃいます、サウナ。なんかあったらサウナや。はい。言っちゃいます。で、もう行こうって言うから、行って、で、そいつが、こうすればいいから、あと何分とか、なんかセットを組んでくれて、で見事整いました。ああ、すごい。おめでとうございます。ぐにゃーんなって、これはみんなしゃぶ中やなと思って。今の話ありきりでしょ。みんなほんましゃぶしたいねんなと思いました。いや、やったことないです、みんな。こっちサウナ先なんで。これで話聞いて興味持ってもらうのは違いますから。でも、健康な方がいいんで。まあ、いわゆる一つの説ですよね。まあ、そうです。一つの説にしか。でも面白いですよね。今でいう、カルチャーの、なんか、トップにいますね、サウナ。そうなんですよ。それがもともと、反射が、流行らせたもんだという。こんなアングラなものにルーツがあったという。ルーツって意外なやつ多いですからね。多いですよね。それが面白いですよね。で、僕のチャンネルでも話してくれた田中さんの呪物のルーツとかも、やっぱ、辿るとめちゃくちゃストーリーあって、面白いなと思ったんで。いや、いい話聞かせてもらいました。これもう一個、まあ、これはルーツではないんですけど、ちょっとまあ、ストーリー。まだ今現在進行形で続いてるストーリーがあって、もうめちゃめちゃキンキン。マジですか？今の現代、2024年、今も現在進行形のストーリーの、まあ、ちょっとまあこれも一説。なので、都市伝説みたいなことなんですけど。ちょっと聞かせてください。これね、僕が最近ずっとお笑いの劇場で、楽屋でこう、なんかないのってなったりするんですよ。芸人同士でも。で、こんなんあるよ、あんなんあるよって話で、最近よくこの話をしてたらですね、これが回って、めっちゃ大先輩の耳まで届いて、その方がやりすぎ都市伝説で、話していいかっていう連絡がもう電話で急に来て、もちろんいいです、喋ってくださいっつって、お話ししてるので、まあ、オンエア見た方知ってるかもしれませんし、今、中国が、まあ、結構こう、柄悪い動きしてる。なんかね。じゃないですか。怖いですよね。怖いじゃないですか。で、まあね、台湾をちょっとこうね、いじめるというか、台湾まあ、攻め込むぞみたいなのとか、ニュースとか見るじゃないですか。で、あれほんまに台湾もね、ちょっと前に行ったんですよ。で、行ったら、ほんまに歩いてたら、普通に、イグジットみたいなのありますよ。非常階段。あれの地下に行く、ピクトグラムみたいなのがあるんですよ。地下シェルターってことですか？そうなんですよ。だから、結構台湾の人はもっとリアルに考えてて、中国から何かあった時に、もう、街中でもそこに逃げ込めるようにっていう。結構、マジっすね。そうそう、結構リアルでしたよ。だからもっとなんか、僕らね、日本だから、ですけど、実際、台湾の人はそんな感じでした。怖い。で、これ、まあ、台湾が今、そういう感じじゃないですか。この後、まあ、一説にはですけど、台湾を行った後、次は、まあ、日本を視野に入れていると。世界征服じゃないですけど。はい。台湾をサテライトにして日本行くみたいなことも言われているんですけど、これ、日本に中国は今、現段階では、まあ、行かないだろうと言われている一説が、有力な一説がありまして。そうなの？はい。今すぐにでも行けるのに、なぜか止めてる。行かない。この理由が、まあ、我々日本国民が誰もが知っている、ワンピースっていう。ワンピースね。もうこれじゃないですか。
これそうです。これバッテンの。あれ。なんか、陽キャの人らが用意してる。違う、それ、あれは違うんです。あれは、カバーしてるやつです。キャンプ場とか行って用意あるやつ。元は感動シーンなんで。あの漫画の大ファンがいるんですよね。うん。中国に。あ、中国に？はい。で、それが、習近平国家主席って言われてるんですよ。はいはい。で、習近平国家主席が、ワンピースの大ファンなので、今、日本いつでも行けるけど、行ったらワンピースの続きが読めなくなるから、なるほど。今は日本はダメ。ワンピースが終わるまで日本はダメって言われてるっていう。それじゃ日本に攻めてこれない理由が、はい、そういうことだ、はい、っていう一説があって、まあ、これは都市伝説としては非常に面白いというか、へーみたいな、面白い話だねってなったんですけど、これ、ワンピースという作品側から視点を変えて見てみるとですね、ワンピースの作者の小田栄一郎さんって、この連載が1997年、1998年ぐらいから始まって、ずっとほぼ休んでないんですよ。大体ね、こんだけやってたらね。そうですよ。休みますけど、ね。休みます。ハンターハンターなんか信じられないも休みます。富樫先生も休みまくってるじゃないですか。でも、ワンピースってやっぱ常にずっと、こう、ほぼ救済なく、ずっと毎週連載して、単行本も出して、でやっているんですけど、この2年ぐらいで、作者の小田栄一郎先生が、そろそろワンピースもクライマックスに向かい始めますっていう発言してるんですよ。で、最終章。ラフテルって言われる一番最後の島に向けて、麦わらの海賊団が動き始めました。ここからもうクライマックスに向けて進みますと。だから、もう、あと1年半ぐらいで終わるんじゃないかって言われてたんですが、この都市伝説、この習近平さんの都市伝説が出始めたタイミングでですね、ワンピースが救済をし始めるんですよ。時期的に。はい。で救済を始めて、で、もうそろそろ終わりますって言ってたんですけど、ちょっとね、伸び始めてるんですよ。で、これを考えると、この都市伝説マジじゃないかなって思うんですよ。ほんまや。日本政府側が、小田栄一郎さんに働きかけて、今ワンピース終わってもらったら困ると。日本と中国の友好のためにも、小田先生もう少し伸ばしてください。なるほど。言ってるんじゃないかっていう。いや、すげえ。そんな戦い方。はい。まさに日本のお家芸、漫画、アニメ、ジャパニーズカルチャーで平和を維持するという。かなりピースですね。はい。すげえ、武器はペンやったり。そうなんですよ。言いますけどね、その銃はペンより強しみたいな。ほんまにペンの方が強いという。ほんまにペンが強かった。今ね、いろんな科学技術でなんか、すげえな。兵器だ、化学兵器だなんだって言いますけど、いや、ジャパニーズカルチャーで、実は見えないところで戦争を今、しているっていう。素晴らしい話ですね。はい。僕が聞いたことあったのは、これ竹内義和さんが言ってたかもしれないですけど、漫画家さんって、ずっとこの体勢で描くわけじゃないですか。はい。しんどいじゃないですか、ペンで。かなりの体力使うじゃないですか。それが、修行僧と同じやったんですよ。だから、第六感的な感が働く人が多いんちゃうかな。なるほど。例えば、アキラとかって予言してるって言いますよ、漫画。はいはい。だからそれも、大友さんが、そういうつもりじゃないけど、ずっと書いてるわけで、もう無意識に修行みたいなんですよね。うわ、すごっ！めちゃくちゃおもろいっすね、それ。そうなんですよ。だから、こう、たつきりょうさんもそうですけど、あれは有名なんですけど、そういう霊的な力って結構持ってるんちゃうかなっていう話されてました。ちょっとこう、未来、ちょっと先の未来見えるというか。それぐらいやったらもう、呪術とかも、集中力だと思うんですよね。ずっと虫と思うんですけど。集中力なんですよ。呪うとか、そういうもんも、念とかもものすごい集中力だと思ってて、だからやっぱスポーツ選手とか、トップアスリートとか、そういう一流漫画家、一流演劇人とか俳優の人とかって、ものすごい集中するわけで、普通の人間とは違う。それで
勝手にそういう力って培ってるんですか？培ってるんでしょうね。大竹しのぶさん、さんまさんの元奥様の大女優さんですけど、大竹しのぶさんが昔出られた映画か何かの作品で、病で体がどんどん蝕まれていくみたいな役を演じたことがあったらしいんですよ。その時に、やっぱこのすごい集中力、大女優さんですけど、この役に入り込む、没入力というか、まあ、憑依ですからね。ちゃんと撮影進行していくにつれて、ほんまに体悪くなっていったんです。わあ、すげえ。で、なんか、最後、血便やったか血吐いたかなんかっつって、ぐらいまで行ったみたいな話聞いたことあったんですよ。なんか引き寄せるんでしょうね、もう本当にそれになって。だから、体にも影響出てるってすごいですよ。いや、すごいですね。だからですね、まあ、そう考えるとスポーツ選手で言うと、まあ、大谷翔平とかやばいじゃないですか。はいはいはい。大谷翔平絶対、あれ、霊の力でホームラン打ってると思う。もう分かってると思うんですよ、次来る球。なるほどね。ちょっと見えてんすね。あ、それそうかもしれないですね。あんだけ打つのやばいじゃないですか。やばい。で、あの人投げてもじゃないですか。うん。全部いけるじゃないですか。はい。で、性格もいいでしょ。うん。だからね、僕ね、神社にした方がいいと思うんですよ。翔平を？そう、大谷翔平神社を作った方がいいと思うんですよ。翔平天満宮。やっぱああいう人が神になるんですよね。まあ確かにそうですよね。大谷翔平とボブ周りの神社を作った方がいいと思うんですよ。ボブ周りも神っぽい。神っぽいですね。なんかジョン・レノンはちょっとちゃうんですけど。なんかね、なんかちょっとちゃうんです。ちょっと、人々を先導するまたなんかちょっと違う。またあれもあれでね、特殊なところですけど。アントニオ猪木もちょっとちゃうんですよ。うん。アントニオ猪木はやっぱ人間なんですよ。そうですね。やっぱ殴りまくってますしね、人のこと。訴えられますよ。訴えられますよ。神様はやっぱタバスコ日本に持って帰らないですからね。猪木が入れたんですね。猪木が入れたらしいですよ。タバスコ。日本に。タバスコの神でいけるかもしれない。いけるか。いや、弱ないですか？弱いですね。そもそもいそうですね。タバスコの神。タバスコ。いるでしょ。現地ってどこが現地かわかんないですけどね。この今日聞いた話を元に、なんか探っていったら、はい。行ってください。ちょっと行きます。漫画家とか多いかもしれないです。いや、そうですね。ちょっと行きます。その漫画家の方とかからの、その、第六感的な近未来を、ちょっと収集して、また報告に行きます。ちょっと来てください。はい。で、西田さんの番組にも僕、出演させてもらってるんで。そうなんです。ありがとうございます。めちゃめちゃ最高な話をいただいてますんで。いや、ちょっと概要欄に、はい。貼っときますんで。ありがとうございます、本当に。ちょっとこれからも定期的に。ちょっと、マジでいいですか？マジで。本来、年がいくって、こんな、アカデミックな番組じゃないんですよ。真面目な。普通にうまいカレー食ったりしてますもんね。そうです。今ちょっとね、呪物が多すぎて、ご飯が食べれないっていう。大変だ。炊飯器の上に呪物がいっぱい乗ってて、開けれないんですよ。いや、ダメですね。米が炊けないんで。蒸気でね、呪物が熱されちゃうから。そうなんですよ。だからちょっと改めてまた、来てもらって。いや、もちろんもちろん。いつでも来たいです、ここ。なんか不思議なんですよ。なんか居心地が非常にいいんですよね。そうでしょ？はい。これもね、やっぱ僕はね、呪物と、築70年なんですよ。木造なんですよ。はい。やっぱ木やと思いますよ。あるかもしれないですね。いや、絶対ある。やっぱ木なんですよ。木のぬくもりのなんか、暖かさがあるから。そうなんですよ。はい。で、一応呪物部屋が入り口なんで、入ってくるときにもめっちゃしんどいじゃないですか。もう足の踏み場がない。で、こっち来たらちょっとだけ広がってるでしょ。もう、出たくなくなるんですよ。めんどくさくて。心理作用。閉じ込められた状態。なるほど。この部屋の仕組みが分かりましたよ、僕。ということで、本日は西田虎焼さんに来てもらいました。では、また次の年が行くでお会いしましょう。ありがとうございました。皆さん、年が行くチャンネル登録お願いします。お願いします。